皆さんこんにちは。今回は自作 CPU クーラーの一区切りとして試してみたかった改造をまとめて行い、改めて市販の CPU クーラー、無限5やリテールクーラーと冷却性能を比較してみたという紹介です。パート26から始めた自作 CPU クーラーの製作ですが、これまでに行ってきた改良として、システムの一部を空冷から水冷に変更して放熱性を高めたり、水冷用の水枕を流用したり洗剤水を使ったりして、ヒートパイプにおける沸騰の熱交換を活発にさせてきました。おかげで製作初期ではできなかったオーバークロックも、今ではできるという冷却性能が実現できています。これまで放熱や沸騰に注目して改良を試みてきたのは、この自作 CPU クーラーにとってその2点が特に重要な要素だと考えてきたからです。実際に CPU 温度が大きく低下し冷却性能は向上しました。ですが当然ながら放熱や沸騰以外にも、この自作 CPU クーラーには冷却に関わりそうな要素があります。というか試してみたいこと、改造してみたい部分が放熱と沸騰以外にもありました。ということで今回はその試したいことをまとめてやってみました。沸騰が生じる金属ブロックを今後の試す台直に向けて改造したり、ヒートパイプの放熱を担う水冷部分のポンプをより強力なものに変えたり、これまで沸騰の様子を観察しやすくする目的で装着していたパイプ部を外して構造を簡潔にしたり、ヒートパイプ化している容器内に入れる水の量を調整したり、大まかにこれら4つの改造を行いまして、最後に区切りとして、市販の CPU クーラー、サイズの無限5と、インテルの Core i3 向けリテールクーラー、これらと改めて冷却性能を比較しました。今回もやったことが多く、後ほど順々に話していきますが長くなりますので、まず一番話したいところ、市販の CPU クーラーと冷却性能を比較した結果を紹介します。これまでに行ってきた放熱や沸騰の改良、そして今回実施したその他の部分の改造も踏まえまして、CPU の動作設定を定格の1つ、オーバークロックで2つ、計3つのパターンでベンチマークを行ったところ、まず自作 CPU クーラーでは定格57度 C、4.4GHz で66度 C、4.6GHz で77度 C という結果が得られました。この結果は今回もろもろ試した中で最も冷えた条件のものです。そして比較対象の無限5とリテールクーラーでも同様にベンチマークを行ったところ、こんな感じになりました。リテールクーラーは、もう比較対象にしなくてもいいですかね。そう思うくらいに自作 CPU クーラーの方が冷えています。一方で無限5は定格から54、65、75度 C。温度差は最小1度 C、最大でも3度 C。肉薄というか、結構近いところまで市販品に寄せることができていたようです。冷却性能として見ている熱抵抗で比べてもこんな感じです。熱抵抗は熱の移動のしにくさを示す数値なので、小さい方が冷却性能がいいというものです。定格では 4% ほどの違いがありますが、オーバークロック動作では 2% 未満でした。正直自作品が市販品よりも冷えるようにできるとは思ってもいなかったので、いかに市販品に近づけられるか。そんな心づもりでやっていたのでここまで冷やせるとは予想しませんでした。まあ実のところ、この結果はパート34の沸騰改良の時点でほぼ見えていたようで、今回は測定状態を整えて、改めて市販品と比べてみたら意外にいいと確認できたという感じでした。作っていた本人の私が言うのも変ですが、やっぱり意外ですね。意外に良い現状でした。そう喜ばしい一方で、無限5を目標にしていても最近の CPU 事情としてはまだまだ冷却が厳しそうだったり、だいぶ以前に制作した不凍液水冷というカスタム水冷も考慮すると、異なる3つの CPU クーラーがどれも似た傾向で変化していたり、依然として考えさせられることが多かった動作確認でした。まあとりあえずここまで制作してきた自作 CPU クーラーが、比較対象の無限5にここまで近づけていたということが確認できただけやってきた甲斐があったというか、自作 CPU クーラーとしては一旦の区切り、制作予定上ではパターン3としてきた制作の締めくくりとしてはちょうどいい。そう思わせる結果でした。ちなみに自作 CPU クーラーの制作自体はまだ続けますよ。一旦別のテーマを挟むので少し期間を空けますが、これ以上の自作 CPU クーラーの改造は特殊というか、ここまでとは別に考えたいと思っていたので、ここまでをパターン3以降の改造ではパターン4としてやっていく予定です。まあそのあたりの話は次回の総集編で話すつもりなので、それはそうと。
以降は詳細として今回実施した改造と冷却性能比較、それら詳細を話していきます。まずは今回実施した改造の前に、一つ話しておかないといけないことがあります。先ほど、測定状態を整えて、と言いましたがその話です。実は前回までに行ってきた CPU クーラーの動作確認で、CPU 温度や冷却性能を計測してきましたが、CPU 本体の側に冷却的な問題が生じていまして、冷却的に悪い状態で計測を行っていました。この点については先日、この YouTube チャンネルのコミュニティに投稿した話で、CPU 本体側の CPU 台とヒートスプレッダ間の熱媒体、そこの熱伝導が悪くなっていたようです。私が使っている CPU は空割りしており、そこの熱媒体として MX4 という CPU グリスを塗布していたのですが、その塗布状態が劣化していたようです。今回はそこの状態を途中から修正しつつ動作確認を行っています。なので前回までご視聴いただいていた方からすると、先ほどの定格で57度 C って急に良くなりすぎだろと思われたかもしれませんが、この修正が原因です。そんな修正も挟みつつ今回の改造と比較は行っています。では改めて今回実施した改造について紹介を始めましょう。最初に行ったのは、自作 CPU クーラーの金属ブロック部を台直対応にさせるという改造です。台直というのは CPU を空割りしてヒートスプレッダを取り外し、ヒートスプレッダを介さずに直接 CPU 台に CPU クーラーを接触させて、熱伝導する距離を短く、CPU 冷却に関わる要素を簡潔にして冷却性能の向上を図るというものです。CPU 台に直接くっつけるから台直ですね。で、そんな台直をこの自作 CPU クーラーでもできるようにしたいと思ったので、それに向けて改造を行いました。次回の動画で実際に台直を実施、というかリベンジするつもりなのでその準備という感じです。なぜリベンジなのか、どうしてこの改造が必要だったのかはその際に話したいので、今は金属ブロックをこんな形状にしたから性能を確認するぞくらいの気持ちで見ていただきたく。で、どんな形状にしたかというと、以前の沸騰改良の際に優秀だと分かった流用水枕を小さくして、中央に直径 20mm の穴が開いた銅板にハンダ付けして固定。ヒートパイプとして真空気密できるようにコーキング剤でシーリングして作りました。この形状、前回の穴が開いた鳥書いたと同じ構造ですが、あれとは別の考えで作っています。前回は沸騰改良のアイディアの一つで、今回は台直のためにです。というかパート30で紹介した金属ブロックの改良案を、流用水枕を使って作ったという感じです。これに関してはこの制作自体が結構面白かったです。制作方法はパート30で話したように、穴が開いた銅板と小さい銅板をハンダ付けして固定と計画していたので、ここで実践ということになりました。まず2つの銅板にハンダが付けられる程度、200度 C 以上にするために、私はガスコンロの火で直接炙って加温しました。このサイズのものでハンダ付けするというと、ハンダごてだと強力なものがいります。ロー付けのようにバーナーでもできる、というか用途的にはバーナーの方が向いていそうですがこのために買うのも嫌だったので、あんまり使っていなかったガスコンロを引っ張り出して、その火力を利用しました。まあこの方法自体はパート25の自作ヒートパイプですでにやっていたので、それの踏襲です。相変わらずこれでハンダの適正温度になるのか、ハンダ付けの温度上限があるのか知らないので、悪影響がないことを願うという適当なやり方ですが、まあハンダが溶けてくっつけばいいだろうという感じでやりました。冷えるとしっかりついていたので、私がハンダ付けに求める役割、固定に関しては大丈夫そうです。一方でしっかりと加熱した関係で銅板の表面が変色しちゃっていますが、今回はこれを醤油につけて表面を溶かし、その後磨いて元通りにしました。おそらくですけど、銅板を加熱すると空気中の酸素と反応して錆びるというか、酸化して酸化銅になるらしいんですが、見た目は悪い上に、自作 CPU クーラーの先駆者様曰く熱伝導率も激減するということで、元の綺麗に光沢する状態にしたいと考えました。で、その酸化銅を除去する方法として以前は先駆者様が行われていた還元処理を参考に、先日の沸騰改良ではアルコールを使って酸化銅を元の銅に還元させていたのですが、これまた先駆者様同様にその作業をしていて気分が悪くなったので、今回は醤油漬け作戦に変更しました。アルコールによる還元処理と醤油漬けは、結果的には見た目綺麗に戻るという点では同じですが、科学的には全然違う処理です。
アルコールの方は酸化銅の酸素原子を引き剥がして元の銅にさせるという、まさに還元反応を使った方法ですが、醤油の方は醤油に含まれる塩や酢の塩素や酢酸が酸化銅と反応して塩化銅を酢酸銅に変え、塩化銅や酢酸銅が水に溶けるので溶け出して、酸化していない銅が露出する、みたいな感じだと思います。まあ科学に疎い私の予想なんですが。というか10円玉に醤油やレモン汁をかけたら綺麗になるあれを使ったというだけの話です。この方法を採用する前は見た目綺麗になると言っても銅自体を溶かすのは、目視できないレベルとはいえ表面状態が変わっていそうで嫌だなぁと思っていました。なので醤油を使う前には還元処理の方向で検討して、アルコールを使わずに糖の炭素を使った方法も試したんですが、アルコールほど綺麗にできず、だからといってアルコールの方法はもうやりたくない。面倒だから溶かしちゃうかってなりました。結果的にはとても楽で、とても綺麗に、そしてとても安上がりに処理できました。まあこの方法で表面の状態に影響がないのか、塩化銅や酢酸銅が残っていた場合は熱伝導的にどうなるのか、そのあたりのことはわかりません。綺麗ならいっか、くらいの感じで進めました。あとは出来上がった金属ブロックを装着して動作確認となるんですが、この時まで先ほど話した CPU グリスの塗布状態が悪かったという状況を残したままでした。そこでその状態を修正する前後での結果を確認しました。その結果というのがこちら。塗布状態の修正前は前回までの動作確認で見慣れた数値が並んでいますが、CPU 台とヒートスプレッダ間の CPU グリスを塗り直すと一気に10度 C 近く CPU 温度が低下し、これまでより高負荷高発熱の動作設定でもベンチマークできました。本当にあの場所の CPU グリスの塗布状態が悪かったようです。まああの場所の CPU グリスが怪しいと思い始めたきっかけは、先日の沸騰改良の結果を見ていた際に、一応は改良できたものの思ったより良くならないのは沸騰が関係しない部分が原因かも、と思い、そういえば CPU クーラーの付け替えの時に、残った CPU グリスを拭くために CPU のマウントを一度外しちゃったっけと、本当にそれが原因でした。マウントから外した際に圧力が解放されて、CPU グリスの広がり具合に影響しちゃったのでしょう。そこを修正したことでこの時点ですでに以前よりも明らかにいい冷却性能となりました。今回はさらに冷却性能を良くできないかということで改造を続けていきます。次に改造した部分は、この CPU クーラーの二次冷却として使っている水冷部分のポンプです。このポンプを今まで使っていたものより強力なものに変更しました。少し振り返りになりますが、もともと自作 CPU クーラーはまさに空冷 CPU クーラーといった感じの、ヒートタイプ化している容器の放熱は空冷に任せるという冷却システムにしていました。しかし空冷では放熱的に厳しいと感じ、その後ヒートタイプ部分の放熱に水冷を採用して、その水冷が最終的に 240mm ラジエーター2個で外気に放熱、空冷するという、システムとしては複雑になりましたが冷却性能は大きく向上した、そんな経緯で今に至ります。で、二次冷却に水冷を採用した当初は、2モード CPU クーラーという空冷っぽくも水冷っぽくもなる CPU クーラーを製作したんですが、その時の水冷側の冷媒流量が毎分 3.5 リットルくらいありました。その後もう少し水冷パーツの水漏れリスクを減らそうと水冷特化の疑似水冷 CPU クーラーを製作し、その時の流量が毎分 2.5 リットルくらい。さらに配管作業を簡単にしたいということで、同じ疑似水冷でも配管のレイアウトを直して、これが現在使用している水冷システムの形態ですが、流量は毎分 1.9 リットルくらいまで低下していました。水冷における流量は CPU の動作が高負荷、高発熱を処理する際に影響すると考えているので、流量が低下していた状況はもしかするとオーバークロック動作など高発熱時の冷却に弱いかも、と危惧していました。まあ水枕やラジエーターも2つ使っていたので流量が低下する要因は多々あるんですが、使用しているポンプが格安品でそんなに性能がいいものではないという点が気になりました。じゃあポンプを良くするか、ということで今回これまでよりは高性能な、スペック的には最大流量が2倍くらい大きいポンプを導入しました。で実際の流量も毎分 3.2 リットルまで上昇してくれました。スペック通り2倍近く、とはなりませんでしたが、効果があっただけ OK です。まあ値段は4倍くらいしたんですけどね。それでも似たスペックの製品からすると格安、いや激安です。まあスペックや実際の動作が良くて製品全体の質感もいいポンプですが、他の部分が激安なりというか、
梱包に配慮が足りないのか、到着時点で部品同士がぶつかってできたっぽい傷があったり、同封部品にマジックで傷跡を消したような痕跡があるものを売ってくる感じです。使用上は全く問題ありませんが、なんかやばいなと思わせる商品でした。それはそうと肝心の自作 CPU クーラーとしての冷却性能に話を戻しますか。ポンプを変更する前の条件は先ほど改造した金属ブロックを使用したものになるので、データもそれを流用して、ポンプを変更後、つまり改造金属ブロックプラスポンプ強化という条件で比較します。結果は、ちょい上がったというには1、2度 C の違いなので実質的には同じようなものでしょうか。そんなわけで私自身はこの結果に対して変化なしと考えています。変化なしという考えで話を進めますが、まあ変化がなくても別段気にかけてはいません。先ほども話しましたが水冷側の流量は高発熱時に影響が出てくると考えていたので、この CPU 消費電力 110W そこそこの発熱量まででは、どちらのポンプも流量が足りていたんだろうと思います。熱量がさらに大きくなって流量不足でヒートパイプ部分の放熱が劣化し始めるようになったら、前のポンプが先に冷却性能が悪くなるんでしょう。今回のポンプ変更は単なる保険ですね。そういう意味でも今回は改良ではなくて改造でした。まあそのうちポンプも重要になってくるような熱量が扱えるようになることを、今はただ期待するばかりです。ポンプを強化した後は、これまで沸騰の様子を観察するために使用していたパイプ部。これを除去して、自作 CPU クーラーの構造を簡素化した場合の動作を確認しました。実はこれまでに製作してきた自作 CPU クーラーのラジエーター部。初めて紹介した角張ったものから、今使用している疑似水冷のものまで、パイプ部なしで構築できるように設計、製作してきました。CPU クーラーをマウントするパーツの位置合わせと、真空気密するためのオーリングの溝を作るための、変な形と呼んだあのパーツ。あのパーツはパイプ部の底面、金属ブロック部と接する側の面に設置していましたが、ラジエーター部の底面にも同様に設置していました。というか共通です。当初からパイプ部なしでも動作させようと考えていたんです。そもそもこのパイプ部は、パート28で紹介したラジエーター部に合わせて作ったパーツでした。あのラジエーター部はほぼ全てアルミラジエーターで放熱表面積を大きく取れそうだったんですが、今のように透明樹脂材をほとんど使っていなかったので、内部では何が起きているかは分かりにくい感じでした。そんなわけで内部の観察性を良くするためにパイプ部を使っていたんです。ですがパイプ部に冷却的な役割はありません。オプションパーツ的な立ち位置です。むしろパイプ部がない方が構造的にスマートというか、熱移動の距離の短い方が冷却的にもいいかもしれません。さらにヒートパイプ的には金属ブロック部に水が戻りやすくなります。一方でラジエーター部では凝縮できる表面積が減りますが、同時に沸騰して飛び散った水が凝縮液を洗い流すという、いろいろ影響がありそうでどっちに転ぶかわからない。だけど何かが変わりそうと思っていました。そう予想していたのですが、動作確認した結果はほぼ変わりませんでした。こちらで変化がなかったのは、正直残念でした。確信はなかったんですが沸騰改良のように良くなると期待していたんです。今考えると変化があったけど相殺しているのか、それともそもそも影響が小さい部分だったのか。まあヒートパイプ内の熱移動って圧力変化が関係していそうなんで、パイプ部があってもなくても圧力損失的には大して変わらなかったのかもしれません。最後に実施したのは洗剤水を使った上での水位調整です。洗剤水に関しては先日の沸騰改良でいい結果が得られたので今回も使用し、水位調整は自作 CPU クーラーの改造の一番最後にやろうと考えていました。当初水位調整はやるつもりがありませんでした。自作 CPU クーラーは変更、調整できる部分が多いので、的を絞ってあまり長引かないようにしたかったんです。私としてはこの携帯の自作 CPU クーラーを極めたいというより、様々な冷却システムを試したいんです。ですが時折水量に関するコメントをいただきまして改めて考えると、今の改良の最後、一番良かった条件で水位を調整するだけならそこまで手間ではないなぁと思い、自作 CPU クーラーの区切りである今、一旦の最後の改造として水位の調整を行いました。水位の影響としては水圧による金属ブロック表面での沸点の変化、または水の戻り方の違いによる沸騰の維持、限界に関係すると思います。これまでは一応の基準として金属ブロック表面から 20mm の水位になるようにしていたのですが、水圧としては 0.2kPa、
容器内は低圧約 0.03 気圧、3キロパスカルを維持していたので、容器内の水の沸点は約26度 C から、水圧も加わって約27度 C。1度 C だけですが増加する可能性がありました。なので水圧による沸点の影響を考えると水位は低い方がいいんですが、一方で水が少なすぎるとすぐに空炊きみたいになるかもしれません。水位、沸点を低くして沸騰させやすくするか、水位を高く水を戻りやすくさせ沸騰を維持させるか。2つに1つ、なのかはわかりませんがちょうどいい水位がありそうです。まあここまで私の予想なんですが、そんな予想をもとに今回は5、10、20、40ミリに水位を変更してみました。ただ容器内に入れる水には食器用洗剤を混ぜた洗剤水を使用するのでここでは水位と洗剤水の複合的な改造、相互作業が起きそうなんですが、これまで基準としていた水位20ミリもやっていたので、まずは水位20ミリの結果から見て、洗剤水に変えた影響から確認します。PC を起動すると相変わらずブクブクと泡立ち、ベンチマークでは呼吸するみたいに泡が上下します。以前の沸騰改良ではこの泡の動きは水の戻り方の影響で、沸騰したりしなかったりしているのではと考えました。今回は水位を調整するのでこの動きも変化していきます。動作確認の結果はこんな感じでした。生成水の結果は先ほどのパイプ部なしのものを流用し、同じ水位20ミリで洗剤水にした結果がこちら。洗剤水を使用したことで3度 C、6度 C と低下しました。以前の沸騰改良で得られた変化と同じですね。では、この洗剤水の影響があった上での水位調整による変化を見ていきましょう。まずは水位5ミリからです。試した中では最も低水位で水圧の影響は最も小さいですが、一方で水が少ないので空炊きにならないか不安にもなる条件です。PC の起動中や OS 起動後のアイドル状態では泡立ちが確認でき、沸騰は問題なく維持できていそうですが、なんか泡が大きくなりました？比べると20ミリの時の方がきめ細やかって感じですね。おそらく水の戻り方が違って沸騰状態が変化し、その影響で泡のでき方も違ってきているんだと思います。それでもアイドル時の CPU 温度が26度 C なんで、特に問題ないというかむしろ良さそうな感じです。それではということでベンチマークをやってみると、開始直後泡が増えたように見えましたが、すぐにまた泡立ちが少ない状態になりました。これで沸騰できているのかと不安になりますが CPU 温度は開始直後54度 C ほど優秀です。意外に沸騰、蒸発が維持できるのかなぁと見ていると、途中でカクッと温度が上がりました。ベンチマーク自体はその後問題なく終了しましたが結果はこうなりました。8度 C 以上の増加。明らかに悪くなりました。ベンチマーク開始直後のあの温度域で収まってくれていれば、ということもなく、20ミリも同じようなスタートだったので良くても20ミリと同等という結果かもしれませんけども、やはり水位5ミリでは水が少なすぎたのか、ベンチマークによる発熱を持続的に処理できなかったのでしょう。では10ミリだとどうだったかというと、泡立ちは少し細かくなり、ですがベンチマーク開始後すぐ泡立って、そして少し落ち着く5ミリと似た動きです。5ミリと同じかなと思いましたが、ベンチマークを続けても温度が上がることはなく、結果は20ミリとほぼ同じようになりました。数字上は20ミリの方がかろうじて1度 C 低いですが、1度 C なんて誤差でしょう。測定値自体ブレることがありますし、1度 C 差だと優劣の判断がしづらいです。まあその1度 C に期待した水位調整で言う言葉ではないですね。今回計測した動作設定の範囲、オーバークロック設定では違いが見れませんでしたが、より高負荷高発熱の条件なら水の戻り方に違いが出て、沸騰、冷却性能にも変化が出るんでしょうね。逆に低負荷な条件なら10ミリ、さらに5ミリの方がいいかもしれません。ただ低角より低負荷な動作設定には、興味がありません。高負荷高発熱側を見たいので今は20ミリ推しです。では最後の推移、基準の20ミリの2倍、40ミリを見てみましょう。こちらは沸騰の様子からして違いがありました。アイドル状態での沸騰が、これは沸騰と言うんでしょうか。金属ブロック表面で生じた気泡が成長、離脱すると一旦小さくなって、水面近くになると再び大きくなっていました。水位20ミリかつ生成水の条件だと気泡は小さくならずに水面まで到達していました。水圧、それとも洗剤水の影響？洗剤水で表面張力が減って気泡が細かくなるのはいいんですが、途中で収縮膨張するのは予想外でした。果たしてこの変化が冷却性能にとってどう転ぶか。
ベンチマークも見てみましょう。この時の沸騰も面白かったです。斜め上から見ると普段通りただ激しいだけの沸騰のように見えましたが、水位があるからでしょうか、横からの沸騰はしっかりと観察できました。初めてベンチマーク中の沸騰をまともに観察できた気がします。気泡単体で動きがわかるというほど細かくはわかりませんが、気泡全体が噴火みたいに一気に湧き出して、その後少し落ち着いて、また湧き出す。で、時々気泡がなくなる。いろいろな動きをしていました。面白いものですね。というか高水位ならここまで見えるんですね。先日の沸騰改良もこのくらいの水位でやっていれば理解が進んだかも。まあそれはそうとベンチマークも終了しまして結果の方は、こうなりました。20ミリより2、3度 C 高いです。またしても微妙な違いですね。3度 C 差ならまだ何かあったかな、と思えますけど。まあ全ての設定で高温になったという点を重視すると、悪くなったのかもしれません。一応水位40ミリは20ミリよりもさらに沸点は1度 C ほど上昇しますし、もしかするとさらに高負荷高発熱にすれば、この温度差も大きくなるかもしれません。はたまた20ミリが先に沸騰の限界を迎えて逆転するかもしれません。やっぱり自作 CPU クーラーって奥深い、というか沸騰は計り知れないものだと感じます。水位調整の結果をまとめると、10、20ミリあたりが良さそうと分かりました。で、先ほども話しましたが私個人としては、同じくらいなら高発熱に耐性がありそうな方を選びたいので、水位は20ミリがいい、そう決めました。当初から基準にしていた水位でしたね。20ミリはパイプ部にあった配管穴に水が届かずに、でも空だきにならないようできるだけ多めに、その間で霧のいい数字。そんな感じで決めたとりあえずの基準だったのですが、偶然にもいい選択肢だったようです。うまくいかなかったことの多いこれまでの改良でしたが、こういうところで運を使っていたようです。ラッキー？それはそうとこれで自作 CPU クーラーにおける試しておきたかった改造は全てやり終えました。今回の改造を見返すと、変化が確認できたのは洗剤水を入れた時と水位を変えた時で、結局沸騰に関係する部分の改造が効いていましたね。先日沸騰改良を一度やったわけですが、それでもこの自作 CPU クーラーのボトルネックは未だに沸騰部分なんでしょう。まだ沸騰部分に改善の余地があるとするなら、もっと冷やせるようにできるかも。まあ私は満足したのでここで区切りにしちゃいますけど、改造も区切りということで、最後に改めて市販の CPU クーラー、無限5やリテールクーラーと比較しました。以前比較で使用した無限5などのデータは結構前に測定したもので、室温もとい環境温度は違いましたし、先に話した CPU グリスの塗布状態が同じになるよう塗り直してから、今回の比較のために改めて測定しました。それで結果は動画冒頭で話した通りになったわけです。CPU 温度では自作 CPU クーラーの方が1度 C から3度 C 高いという結果で、熱抵抗では 0.8% から 4.4% の違いという、結構近いところまで来ていたんだなぁと思わせる結果でした。ちなみに改めて測定した無限5の結果は以前よりも低い熱抵抗、いい冷却性能となっていました。塗り直したとは言っても塗布状態は完全に再現できませんから、これもその影響でブレたんでしょう。ところで低角動作では無限5の方が熱抵抗が低いですが、オーバークロック動作では近い数値になっています。つまり自作 CPU クーラーは特に高発熱領域で市販品に近い動作ができていたということなんでしょう。これは以前の自作ヒートパイプ製作でも確認できた。市販と自作のヒートパイプで温度上昇の仕方が違ったこと、最高温度が違ったことと同じ傾向なのかなと思います。あの時も市販のヒートパイプは毛細管現象を使っているから内部の水は薄く広がっていて、沸騰ではなく蒸発としてそう変化するから温度上昇は早いのだろうと予想しました。一方で毛細管現象で水が満点なく広がっているから加熱部分の水は市販の方が比較的に少なく、毛細管現象があったとしても空だきが生じて蒸発が減り、一方で水が加熱部に偏在した自作品の方が熱移動を維持できて、最高温度では自作品の方が高かった。実際の動作からそんな予想を立てました。そしてその自作ヒートパイプの構造、動作原理は今の自作 CPU クーラーと同じです。毛細管現象が起きるような構造は採用していないので内部の水はそこに溜まり、そこに溜まった水が温められて沸騰して総変化、熱移動させています。なので市販品は比較的低発熱の低角動作で優位でも、高発熱になると自作品に並ばれ、寄せられたのかもしれません。
まあ市販品のヒートタイプの動作が実際どうなっているのか、この目で見たわけではないので予想の域は出ませんが、改めてそうなのかなと思う結果を見ることになりました。気になったところはもう一つあります。オーバークロック動作において熱抵抗が同じように増加したのが不思議でした。これは発熱量に応じて冷却性能が変化、この場合だと悪化したんですが同じ熱量の範囲で似たように悪化したんです。一応熱量が大きくなることで冷却性能が悪化するのは考えられる事態です。リテールクーラーがいい例ですね。このリテールクーラーは Core i3 用なんですが、実験に使用した CPU は Core i7-6700K なので、そもそも冷却不足、特に放熱表面積が足りません。もともと放熱表面積不足なのに熱量が増えてしまってはさらに冷却的に厳しく、結果も悪く出たんでしょう。まあ熱量と冷却性能の関係は放熱表面積の他にも材質や冷却方法、構造など様々な要因があるんですが、今回は見た目全然違う自作品と市販品が偶然にも同じ変化をしたんです。さらにはだいぶ以前に制作した不凍液水冷も似たような数値、似たような傾向で変化していました。偶然、じゃあないのかも、そう思ったんです。それで今は、この高発熱時に熱抵抗が増加、冷却全体が悪化する原因って CPU クーラーとは別で、他の部分が変化、というかボトルネックになっているのかなと考えています。まあこの考えはこれまた以前行った CPU グリス比較の結果を見返して、今となって思ったことです。このあたりの話は、今後行う、というか次のテーマの PC 全体冷却と呼んでいる制作で考えていこうと思います。ちょうどやろうと思っていたことと今回の疑問が関連していそうでした。もしこの考えが正しかったら CPU クーラーの冷却性能がより正確に判断できる。というか CPU 冷却をさらによくできるかもしれません。その検証の結果次第ですが、その時にまたこの自作 CPU クーラーの性能を評価、比較するかもしれませんね。まあちょっと先のことになるでしょうから、今はそうかもしれない程度で心に留めておこうと思います。以上、自作 CPU クーラーでやってみたかった改造をまとめて実施して、改めて市販の CPU クーラーと比較した結果の紹介でした。今回は一旦の区切りということでやったこと、話したいことをできる限り紹介しようと考えていたので、動画が長くなるだろうなぁと思っていましたが、本当に長くなりました。普段は動画時間を15分くらいに収めようと内容を削ったり、分割したりしていたんですが、長々やってきた自作 CPU クーラーもそろそろ一度まとめたいという一心で分割せず、区切りなんだし内容も削りたくないなぁということで、こうなっちゃいました。ここまで長時間ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。タターンさんとした制作は今回で終わりですが、自作 CPU クーラーの制作はまたいずれ再開し、そこに至る時までちょっとでも CPU を、PC 全体を冷やせるように色々試していこうと思います。次回はパート22から今回のパート37までの振り返りと、今後の制作予定について紹介する第3回総集編です。今回の動画内でも触れた PC 全体冷却は何を目的にやるのか、そのために何を試すのか、そんな話をする予定です。では今回はここまでです。ここまで長時間のご視聴、本当にありがとうございました。さようなら。